こんにちは、さきです。はい、今日はですね、何かを継続して頑張る上で、これって大事だなって思ったことがあるので、今日はね、それをシェアしたいと思います。最近、生徒さんから、クラスの始まりと終わりにみんなで祈る時間がすごい好きだっていう言葉をもらったんですね。で、私も本当にそれを感じていて、やっぱりね、みんなと一緒に勉強できるっていうことがもうまず感謝だし、ね、勉強が終わった後に、ね、それぞれお別れするわけですけど、それぞれの祝福をね、祈って終われることっていうのは本当に幸せなことだと思うんですね。で、実際やっぱり日常生活の中で、誰かと祈って何かを始めることって結構少なくないですか？ね、教会のアクティビティとかだったら、ね、そういうことが多いかもしれないですけど、ね、お仕事をしてる中で何か習い事をしてる中で、それができるって結構ないと思うんですよ。そう、だからね、私のレッスンは私個人でやっていることだからこそ、それができるんですけれども、ね、それが、できることをすごく嬉しく思っています。で、授業が始まる前、そして終わった後に祈るっていうこと、それはやっぱりクリスチャンとしてまずやりたいし、ね、そして、やるべき正しいことだとも思っているから、やっているわけですけれども、他にも理由があるんですね。で、私の日本語のクラスに来てくれる人たちっていうのは、その日本語を学ぶ理由として、大なり小なり、自分が日本語を学ぶことで、日本人の人に福音を伝えたいっていう思いを持ってくれている人が、多く来てくれているんですよね。だから、毎回の授業で祈ることで、なんで日本語を苦労して学ぶ必要があるのか、そもそもなぜ日本語を頑張ろうと思ったのかっていう、その理由のリマインダーにもなったらいいなって思っています。日本語のね、先生として生徒さんたちを見てきた中で、やっぱり日本語学習の最初ってかなり大変なんですよね。もうとにかくたくさんの単語、文法っていうのを覚えなきゃいけないし、少しでも会話ができるようになってくると楽しさを感じるんですけど、その会話ができるっていうレベルに至るまでに大量の単語、そして文法のインプットをしないと、それができないわけなんですよね。で、その覚えるっていう過程って、決して大きなね、楽しさを感じるものではないと思うんですよ。しかもそれが数日とかではなくて、何ヶ月もやっぱり時間をかけて、徐々に覚えていくしかないので、その時期の間に、しかも他にもいろいろとね、やらなきゃいけない中で、なんでこんなに、頑張ってるんだろうとか、疲れたなって感じる瞬間があって当然だと思うんですよ。で、そんな時に大きな励みになるのが、日常の中でいろんなことを抱えながらも、同じように日本語のね、勉強を頑張る仲間の存在だし、そしてもう一つは、その日本語学習をしているその理由だと思うんですね。私自身もこの YouTube をやる上でも、ね、日本語教師として教える上でも、そこに理由があるから、やっぱり頑張れているわけですよね。時には、本当になんでこんなに頑張っているんだろうとか、疲れたなってやっぱ感じることもたくさんあります。でも、そういったね、疲れを感じた時、ね、時に怠けたくなった時に、やっぱり励ましてくれるのが、私がそれをやっている理由っていうものなんですよ。始めた当初の理由と、ね、やる中で、今現在の理由が変わることってありますよね。その時のシーズンとか状況によって。なので、私はそのやっている行動に対して、なんでそれをやるのかっていう、理由を定期的にアップデートしています。紙に書いて。でもやっぱり、なぜそれをやるのかっていう理由がはっきりしていたら、
自分が疲れた時とか怠けたくなった時に、それをね、見ることで、その理由が奮い立たせてくれるんですよね。なので、グループレッスンをね、受けてくれている生徒さんたちも、毎週みんなで祈ることで、特にね、やっぱり福音を、日本語を学んだことで、伝えたいと思っている生徒さんたちにとって、日本語を頑張る理由のリマインドになっていたらいいなって思っています。正直、やっぱり単語と文法をね、たくさん覚えることって本当に大変ですけど、でもやっぱりそれを積み重ねることで、日本人と楽しい会話ができたり、イエス様の証ができたり、福音を伝えられたりっていうことにつながるじゃないですか。で、もちろん、その日本語をね、勉強する理由ってそれだけじゃなくていいし、皆さんそれぞれにあると思うんですけど、実際日本語をね、話せるようになったらいいことっていっぱいありますよね。今はやっぱり翻訳機能もすごい発達していて、すごいんですけど、やっぱり会話ってテンポがあるじゃないですか。そのテンポの中で盛り上がりが生まれたり、笑いが生まれたりして、その楽しい会話ができるわけですよね。それを思った時に瞬時に分かって瞬時に返せるっていうのが、ベストだと思うんですよね。なので今ね、日本語学習を頑張っている方は、学ぶ中でね、大変な思いもしていると思うんですけど、やっぱり日本人と楽しい会話をしたいって思ってるなら、どんだけ優れた翻訳機能があったとしても、その今やっている学びっていうのは、決して無駄にならないので、もし疲れたなとか、なんでこれやってるんだろうみたいな気持ちになった時は、ぜひ自分がどうしてそれをやってるのかっていう理由を客観的に紙に書き出したりして振り返るといいかもしれません。それが時に大きな力になります。そしてこれは日本語学習だけじゃなくって、すべてのことに言えると思っていて、私であればホームスクールをしている母であり、日本語の先生なんですね。だから妻として母として、日本語教師として、それぞれに行動をとっているわけですけど、やっぱりその行動に対してどうしてそれをやっているのかっていう理由を定期的に紙に書き出してアップデートして、それをやっぱり定期的に見るようにしているんですね。なんか大変だなって思ってる時って、今目の前にあるその大変な出来事だけに目が行きがちだったり、なんでこんなに頑張ってるんだろうって、なんか自分のことがかわいそうに思えてきたり、すごく視野が狭くなる。でもその紙を見ることで、その行動をやり続けることで叶うことだったり、その行動の価値っていうのを改めて自分にリマインドすることができるので、それがやっぱりモチベーションを上げてくれたりするわけですよね。はい。ということで今日の話が、日常でね、何かしら頑張っている方とか、特に日本語学習を今頑張っていますっていう方たちの、少しでも励みになったらいいなと思います。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。